おかえりなさい。幸せうのへ。今回も意識変容の仕組みについてお話しします。このカードは投影と孤独。前回の意識変容の仕組み2で思考によって個が強くなりすぎた状態を個のもつれとして可視化しました。今回はその状態を個の体感で可視化してみます。個としての思考が強くなりすぎて、思考の3つの機能が過剰になり、生命と個を完全に切り離したのが個のもつれです。個の意識から切り離された生命は、頭部から上半身へ降りて存在しますが、意識の隔壁が邪魔をして、個からはその存在が感じられなくなっています。切り離された生命は、意識によって未来へ投影されます。理想の自分、理想のあり方、理想の社会、目標、お金、夢、様々なものが未来に想定され、その表面に生命の輝きが投影されるのです。そこへ向かって孤独な個の努力が始まります。投影は常に未来であり、距離を縮めることができないため、その努力は得てして空回りとなります。しかし意識は、個となることでしか伸ばせない強さも身につけます。孤独は仲間を欲し、つながりを欲し、外の世界で関係を作ります。このカードは生命の視点。思考によって個が強くなりすぎた個のもつれを個の意識の方から可視化したのが前のカードです。同じその状態を意識の隔壁に遮られ接触できなくなった生命の側から可視化すると全く違うものが見えてきます。個のもつれは近年ほとんどすべての人に多かれ少なかれ起きている状態です。それだけ個を要求される文化文明であり、時代なのかもしれません。生命はそんな個の苦闘を意識の隔壁の手前から見つめています。意識の隔壁に包まれた個を卵のように抱きしめています。その中では個の意識が外の世界と混じり合い、苦闘し、経験を積んでいきます。その輝きは唯一無二の色となり、元の生命を超えるほど眩しく光り輝くのです。このカードは二重。思考によって個が強くなりすぎた個のもつれ状態を個の意識と生命の視点の両方を同時に可視化したものです。繰り返しになりますが、個を生んだのは生命です。生命は今この瞬間もあなたの細胞を満たしています。あなたの体は想像を絶するほど巨大な愛と深い英知の管理下、40兆個の細胞が生き生きとつながり合う奇跡です。その奇跡に意識を向け、細胞たちの命を感じていると、個の意識はそこへ帰りたくなります。十分に外の世界を知り、勇気を出してそれと混じり合い、私という個を生きた意識は、生命へ帰る道を探し始めます。瞑想、探求、学び、ボディーワーク、フィールドワーク、感情、
自己表現、憧れ、呼吸、修練、様々な道があり、どの道も、そうだ、こっちだ、と方向を示してくれます。あなたは本当のあなた、つまり生命が呼ぶ声をはっきり聞きます。歩みはどんどん楽になり、楽しくなり、踊るように進んでいくでしょう。そしてどの道も最後には、その道を歩くあなたが消える瞬間につながります。あなたが最後の扉、思考、そして意識の隔壁だったのです。このカードは逆行の旅。私という意識の成り立ちをめぐる旅は、最初の旅の始まりの位置へと螺旋を描いて戻ってきました。そして今度は逆行する旅が始まります。思考に連動する3つの機能の働きによって、意識は生命から切り出されました。今を生きる私たちは、周囲の文化文明が要求する個のあり方へと押し流され、個の立場から強い思考が生命とのつながりを断ち切ってしまいました。私の目には、この形がそのまま地球全体の形にリンクして見えます。人間は地球全体の生命から思考によって切り出されてしまいました。人工物という言葉が自然という言葉と対立していることを不思議に思ったことはありませんか？アリの巣は見事な作りをしています。蜂の巣もそうです。鳥の作る巣も繊細なハンドメイド品以上の細やかさを持っているものがあります。同じ地球上の素材を使っているけれど、電信柱は人工物です。自然と人工物、その認知の境界線にはどんな壁があるのでしょう。あなたと自然の間にはどんな壁があるのでしょう。この一点にすべてがあります。続きは意識変容の仕組み4へと続きます。